NISA に回すべきか、現金で持っておくべきか。貯金が1000万円に近づいたり、実際に1000万円を超えたりすると、この迷いは一気に現実味を帯びてきます。現金のままでは、物価高で少しずつ目減りしていく気がする。でも投資に回して、もし大きく下がったら怖い。だから、1000万円あるのになぜか安心できない。この違和感を持っている人は少なくないと思います。今回の動画では、貯金1000万円をただの大きな金額として見るのではなく、生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に使うお金、当面使わないお金、この4つに分けて考えていきます。そして、NISA に回しても良いかもしれないお金と、現金として残しておきたいお金の境界線を整理していきます。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今回のテーマは、貯金1000万円の違和感です。貯金1000万円あるのになぜか不安が消えない人。一方で、同じくらいの金額でも、比較的落ち着いた家計を見られる人。この違いは、どこにあるのでしょうか。最初に結論です。安心できる人は、1000万円を一つの大きな塊として見ていません。生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に必要になるお金、そして当面使う予定のないお金。このように、役割と時間軸で分けて見ています。逆に、不安が消えない人は、1000万円をただの方角として見ています。だから、使うのも怖い。投資に回すのも怖い。でも現金のまま置いておくのも不安。こういう状態になりやすいのです。これは、1000万円あれば安心です。という話ではありません。逆に、1000万円では足りません。と不安を煽る話でもありません。また、今すぐ投資しましょう。という話でもありません。人によって、必要な現金の量も、投資できる金額も、老後資金の見通しも変わります。だからこそ、自分の家計の現在地を見えるようにすることが大切です。まず、なぜ1000万円あっても不安が消えないのか、ここから見ていきます。若い頃はいつか1000万円貯まれば、お金の不安はかなり減るはずだ。そう思っていた人も多いかもしれません。でも実際に50代になると、見える景色が変わってきます。定年が少しずつ近づいてくる。役職定年や再雇用で、収入が変わる可能性が出てくる。親の介護や自分自身の健康も少しずつ現実味を帯びてくる。子供の教育費、住宅ローン、車の買い替え、家の修繕。こうした支出もまだ終わっていない場合があります。さらにニュースでは物価高の話が続きます。スーパーで同じように買い物をしても以前より支払いが増えたと感じる。電気代やガス代、保険料や税金もじわじわ重く感じる。そうなると1000万円という数字を見てもこれで本当に足りるのかと感じます。この現金をそのまま持っていていいのか、NISAに回した方がいいのか、デモ投資で減ったらどうするのか、こうした迷いが出てきます。ここで大事なのは不安の原因を間違えないことです。不安の原因は単純に貯金額が少ないからとは限りません。仮に貯金が1500万円になっても、2000万円になっても、そのお金の役割が見えていなければ、不安は形を変えて残ります。なぜなら、総額だけでは何も判断できないからです。例えば、同じ1000万円でも、毎月の生活費が20万円の人と35万円の人では、意味が全く違います。持ち家で住宅ローンがない人と、家賃やローンが重い人でも、必要な現金は変わります。年金見込み額が多い人と少ない人でも、老後資金の見方は変わります。健康状態、家族構成、働き方、退職金の有無、親の介護の可能性。こうした条件によって1000万円の意味は変わります。だから、1000万円という数字だけで安心か不安かを決めるのは、かなり危ういのです。ここで、不安が消えない人がやりがちな見方があります。それは、1000万円を一つの大きな塊として見ることで、口座に1000万円ある。これを見て、安心しようとする。でも、その中には、近いうちに使うお金も入っています。
税金や社会保険料に使うお金もあります。家電の買い替えや車検に使うお金もあります。もしもの時に生活を守るお金もあります。そして本当に長く使わない余裕資金もあります。これらを全部まとめて1000万円と見てしまうと判断が難しくなります。少し大きな支払いがあるたびに老後資金が減ったように感じる。NISA に回そうとしても生活費まで投資してしまうのではないかと不安になる。逆に怖くなって何もできず現金のまま置き続ける。このように使うことも守ることも増やすことも残部中途半端に怖くなります。資産があるのに安心できない理由はここにあります。あなたの1000万円の中に本当はすぐ使ってはいけないお金まで混ざっていませんか？生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に使うお金、これらが全部混ざったままだと、NISA に回すべきか、現金で持つべきか、判断できなくなります。ここで必要なのは、利回りの話ではありません。まず必要なのは、お金の役割を決めることです。NISA に入れるかどうかは、その後で考える話です。ここを分けるだけで、NISA に回しても良いかもしれないお金と、現金として残しておきたいお金の境界線が見えやすくなります。だから、いきなり投資商品を選ぶ前に、まずは1000万円を4つの役割に分けてみていきます。1つ目は、生活防衛資金です。生活防衛資金というのは、もし収入が一時的に止まっても暮らしを止めないためのお金です。ここは、増やすためのお金ではなく、生活を守るためのお金です。4つの分類の中でも、最初に分けたいのは、この生活防衛資金です。ここを曖昧にしたまま、NISA に回すか、現金で持つかを考えると、判断がどうしても不安定になります。なぜなら、生活を守るお金は増やすためのお金ではなく、暮らしを止めないためのお金だからです。生活防衛資金の目安としては、生活費の半年分から1年分という考え方があります。ただし、これは全員に同じ金額を当てはめる話ではありません。特に50代で家族を支えている場合や、これから収入が変わる可能性がある場合は、少し厚めに見ておく方が、気持ちの面でも家計の面でも安定しやすいと思います。例えば、毎月の生活費が30万円なら、半年分で180万円、1年分で360万円です。もちろん、これは一例です。家族構成、住宅ローンや家賃、健康状態、収入の安定度によって必要な金額は変わります。大事なのは、誰かの正解をそのまま練ることではありません。自分の生活費から逆算して、安心できる現金の量を決めることです。この生活防衛資金まで投資に回してしまうと、相場が下がった時に、生活費のために売らなければならない状況になるかもしれません。それは、投資を続ける上でも、家計を守る上でも、かなり苦しい状態です。だからまずは、自分にとっての生活防衛資金はいくらか、ここを最初に確認します。2つ目は、近いうちに使うお金です。これは、1年以内くらいに出ていく可能性が高いお金です。税金や社会保険料、車検や保険料、家電の買い替え。こうした支払いは、突然のように感じても、実はある程度予想できるものが多いです。ここを分けずに1000万円の中に混ぜたままにしていると、支払いのたびに老後資金が減ったように感じてしまいます。でも、最初から近いうちに使うお金として分けておけば、それは貯金が減ったのではなく、予定していた支払いに使っただけです。そう見方を変えることができます。例えば、税金や社会保険料は、毎年ある程度発生します。車検や保険料も、時期が決まっているものが多いです。冷蔵庫や洗濯機のような家電も、いつかは買い替えが必要になります。こうしたお金を最初から予定支出として分けておくと、現金が減るたびに不安になる回数を減らせます。これは、節約の話というより、見え方の話です。予定していた支払いなのか、想定外に貯金が減ったのか、ここが分かれるだけで、気持ちの負担はかなり変わります。3つ目は、数年以内に使うお金です。これは、1年以内ではないけれど、
数年単位で見れば使う可能性があるお金です。例えば、家の修繕やリフォーム、大きな医療費や健康面への備え。こうしたお金は普段は見えにくいのですが、50代になると少しずつ現実味が出てきます。屋根や外壁、給湯器、エアコン、水回り。こうした家回りの支出は、一度発生するとまとまった金額になりやすいです。また、健康面でも、今は元気でも、数年先まで同じとは限りません。大きな病気や入院だけでなく、検査、通院、家族のサポート、こうした支出が少しずつ増えることもあります。ここを全部、当面使わないお金として見てしまうと、いざ必要になった時に、投資を取り崩すのか、現金を崩すのかで、また迷うことになります。だから、数年以内に使うかもしれないお金は最初から長期投資のお金とは分けて考えておきます。このお金は、大きく増やすことよりも必要な時期に使えることを優先したいお金です。もちろん、どこまで現金で持つか、どこまで別の形で置くかは家計状況やリスク許容度によって変わります。ただ、使う時期がある程度見えているお金は、長期投資のお金とは分けて考える。ここは大切です。4つ目は、当面使わないお金です。ここで初めて、NISA や長期投資をどう考えるかという話になります。つまり、1000万円あるから、いくら投資に回すかを考えるのではありません。生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に使うお金。これらを先に分けた後で、当面使う予定がないお金がどのくらい残るのか。そこを見てから、NISA を使うか、現金として残すか、他の選択肢を考えるか判断していく順番です。例えば、貯金1000万円があるとします。生活防衛資金として360万円、近いうちに使うお金として100万円、数年以内に使うお金として300万円。このように仮に分けると、合計は760万円になります。1000万円から760万円を引くと、残りは240万円です。この240万円は、すぐ使う予定がないお金として、比較的な外目線で考えやすくなります。ここまで分けて初めて、1号 NISA などの制度を使って、長期の分散投資に回すか、もう少し現金として持つか、値動きの小さい選択肢も含めて考えるか、自分の家計に合わせて、冷静に判断しやすくなります。私自身も、iDeCoのように老後に向けた資産はあります。ただ、iDeCoは原則として、今すぐ生活費に使えるお金ではありません。もちろん、それを分かった上で続けていて、簡単に使えないからこそ、老後資金として守られる面もあると感じています。でもその経験から、資産があることと、今すぐ使える現金があることは、分けて考えた方がいい。そう感じるようになりました。収入が変わる時期や、大きな支払いがある時ほど、老後に向けた資産と今すぐ使える現金は、別で考えた方がいい。私はそう感じています。だから、投資をする前に、まず現金の役割を確認した方がいい。私はそう考えています。NISA は、運用益が非課税になる制度です。長期の資産形成に役立つ可能性があります。ただし、良い制度だからといって、生活防衛資金や近いうちに使うお金まで、急いで入れる必要はありません。投資は、長く続けられる状態を作ってから、無理のない範囲で考えるものです。ここを間違えると、貯金1000万円あるのに不安が消えないどころか、投資をした後にさらに不安が強くなることもあります。つまり、安心できる人と不安が残る人の違いは、投資をしているかどうかだけではありません。貯金額が多いか少ないかだけでもありません。お金に役割を与えているかどうかです。生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に使うお金、当面使わないお金。この4つが見えてくると、1000万円の見え方はかなり変わります。大きな塊だった1000万円が、少しずつ意味を持ったお金に変わります。すると、使っていいお金がわかります。守るべきお金もわかります。投資に回しても良いかもしれないお金もわかります。逆に、今は投資より現金を厚くした方がいい、という判断もできます。
この判断ができるだけで、漠然とした不安はかなり小さくなります。ここで、よくある勘違いも整理しておきます。一つ目は、1000万円あれば安心という考え方で、1000万円は大きなお金です。でも、生活費や年金見込み、家族構成によって安心できるかどうかは変わります。二つ目は、現金のままでは全部ダメという考え方で、物価高の中で現金の価値を意識することは大切です。ただ、すぐ使うお金まで投資に回すと、家計が不安定になります。三つ目は、NISA に入れれば安心という考え方です。NISA は便利な制度ですが、投資である以上、値動きはあります。生活防衛資金を確保した上で、長期で使わない余裕資金から考えることが大切です。四つ目は、残ったら整理すればいいという考え方です。お金の役割は、残ったら考えるのではなく、先に分ける方がうまくいきます。先に分けるから、使っていいお金と、守るお金の境界線が見えてきます。では、今日できることは何でしょうか。難しい計算から始める必要はありません。まず紙でもメモアプリでもいいので、今ある現金や貯金を書き出します。そして、4つに分けてみてください。生活を守るお金、1年以内に使うお金、数年以内に使うお金、当面使う予定のないお金。この4つです。金額は最初から正確でなくて大丈夫です。ざっくりで構いません。まずは自分のお金に名前をつけることが大切です。名前がつくとお金の役割が見えてきます。役割が見えると不安の正体も見えてきます。不安の正体が見えれば、次に何を確認すればいいかもわかります。年金見込み額を確認するのか、毎月の生活費を見直すのか、近いうちの支払いを整理するのか、投資額を調整するのか、家族と話すのか、次の行動が見えてきます。もし老後資金の見通しをざっくり確認したい場合は、概要欄にあるお金と自由の航路ナビも一つの確認材料として使えます。年金、生活費、貯蓄、退職金、運用資産などを入れて、今のお金がどのくらい持ちそうかをざっくり見るためのツールです。もちろん、将来を正確に当てるものではありません。でも、漠然とした不安を少し数字に置き換えるきっかけにはなります。貯金1000万円は大きなお金です。でも、安心は金額だけで決まるわけではありません。生活を守るお金、近いうちに使うお金、数年以内に使うお金、当面使わないお金。この役割が見えてくると、同じ1000万円でも見え方は変わります。ここで今回のポイントを4つに整理しておきます。1つ目、1000万円を1つの塊として見ないことです。2つ目、生活防衛資金を最初に分けることです。3つ目、近いうちに使うお金や数年以内に使うお金を投資判断と分けて考えることです。4つ目、残った余裕資金について NISA や長期投資を無理のない範囲で考えることです。不安をゼロにする必要はありません。まずは自分のお金が何のためにあるのか、そこを見える化するだけでも、次に何を確認すればいいかが見えてきます。お金に役割を与えることは、自分の人生の優先順位を決めることでもあります。制度や相場のニュースに振り回されるだけではなく、自分の家計の現在地を見て、自分の航路を決めていきましょう。これからも、50代からのお金の不安を一緒に整理していきましょう。この動画が少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。